皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日は私は朝から部屋のお片付けをしてすごく気持ちのいい朝を迎えています。やっぱり部屋が綺麗になると心もすっきりして不安なこととかそういうことがなくなるので、これからも綺麗な部屋を保てるように毎日少しずつ片付けようかなって思ってます。で、早速本題に入っていくんですけど、今日お話ししたいのはダイエットのことについてお話ししていきます。ダイエットのこと。私のスタイル、体型のお話ですね。実はですね、3ヶ月前ぐらいからかな、10キロ落ちました。この前ダイエット8キロぐらいかな、減りましたっていうのを動画でお話ししたと思うんですけど、そこからもう少し痩せて、今10キロ痩せた状態になってるんですね。きっと皆さんも前の動画を見たら、今よりふっくらしてるというか、ちょっとね、太かったと思うんですけど、今の体重、今の体型が私的にベストなんですね。好きなものを食べれて、でもお菓子とかは食べずに、健康的な体、ちゃんと運動して、で、鏡を見た時にテンションも上がる体なんです。今の状態が。なので今日はそのことについてお話ししていきたいんですけど、今日話したいのは、まあ、最後の方に私がいつも何を食べてるのかとか、どうやって痩せたのか、そんなお話をするんですけど、でも最初にお話ししたいのは、ちょっとモチベーションというか、私がどういう気持ちで痩せたのか、そういうことについてお話ししたいなと思います。で、最初に言いたいのが、私は今回のダイエットは自分のためにしたんですね。自分のために痩せました。どういうことかというと、今まで私がしてきたダイエットとかは全部、その理由が、誰かに太いって思われるのが怖いとか、誰かから細いって思われたいとか、誰かに可愛いって思われたいとか、そういうふうに自分のためじゃなくて、自分が傷つかないためとか、誰かに好かれるためにダイエットをしてたんですけど、今回のダイエットは完全に自分だけのためにやったんですね。自分が鏡を見た時に可愛いって思いたくて、自分が鏡を見た時に、あ、今のスタイルがちょうどいいな、ベストだなって思いたくてやりました。なので、成功したんですね。今までは正直、成功っていうよりも、絶対リバウンドするだろうなっていう成功の仕方だったんですね。本物の成功じゃなくて、全然食べないとか、もう運動せずに痩せるとか、周りに太いって思われたくないっていう気持ちがあったから、その時の自分の気持ちとかよりも早く痩せることを意識してたので、もうすぐにリバウンドしちゃったことがよくあったんですね。前に私はルッキズムのお話をしたと思うんですけど、それが始まったのが中学生の時で、私は小学生の時、中学生の時の最初の頃もすごく太ってたんですね。本当に太くて。で、私はその時の写真が今も大嫌いで、見ることができなくて、ほとんど消したんですけど、でもやっぱり家族に対して、その時の写真を消してくれっていうのはどうしてもできなくて、今でも少し残ってるんですけど、私はその時の自分が本当に嫌だったんですね。で、周りから太いとかデブとか言われることが多くて、なので痩せることに決めたんです。周りの人のために、周りから嫌われないようになるために痩せることにしたんですね。
で、中学生の時に13キロ落としました。13キロ落としました。で、そしたら何が起こったかというと、拒食症、ご飯を食べるのが怖くなって、いくら痩せてガリガリになっても、それに気づくことができなかったんですね。写真を見返したら本当に骨が出てるぐらい痩せてたんですけど、でもその時の自分はそれでもまだ太いって思うくらいメンタルが良くなかったです。で、それから高校生になって、勉強のストレスで次はすごく食べたんですね。次は過食症というか、食べるのをやめられなくなって10キロぐらい太りました。で、高校生に入った頃は、私は細いねって言われることがすごく多かったんですけど、やっぱり10キロ太った後は、全くそういうことは言われなくなって、どちらかというと結構太かったので、それもあって、周りの人の視線とか、特に私はもともと細かったから、太ったっていうことに対して言われることとかもいろいろあったんですね。それがまた怖くなって、ちょっとご飯を食べるのが難しくなったり、でもストレスで食べるのが止まらなくなったり、そんな感じで、体も心も結構ボロボロになってしまったんですね。でも、高校を卒業した後に、ある YouTuber の方を見つけて、筋トレを始めました。それが自分を好きになれたきっかけというか、自分のために可愛くなりたい、自分のために痩せたい、そういうふうに思い始めたきっかけだったんですね。で、それからも正直、今のように完全に自分のためだけに痩せるっていうことは難しくて、やっぱり頭の中のどこかに周りから嫌われるのが怖いとか、周りから太ってるって思われるのが怖いとか、周りからいい体型だなって思われたい。そういう欲望というか、絶対に自分のためじゃなかったんですね。自分のためじゃなくて、結局誰かのためにダイエットをする、ボディメイクをする、筋トレをするっていうのを続けてました。でも、なんか、それだとやっぱりモチベーションを保つことがすごく難しかったんですね。結局、誰かのために何かをするっていうことは、誰かの言葉だったり、誰かの行動だったり、そういうのでアップダウンが激しくなる。気分が上がる時もあれば、気分が下がる時もある。そういうふうに感じることがすごく多かったんですね。でも最近、その考え方を変えました。もう私は周りの方の意見とか視線とか、そういうのを気にせずに、ただただ自分がなりたい姿になろう。そういうふうに思うようになったんですね。で、やっぱり、今こうやって痩せると、周りの人に、なんで痩せたのとか、痩せなくても今のままで大丈夫だよとか言われることが増えたんですけど、でも、そういうのを言われたら、今までは、じゃあもうちょっと食べようかなとか思っちゃってたんですね。でも今はもう完全に自分のためで、今の体型が自分のベストだと思ってるから、例えば誰かに太ってるねって言われたとしても、痩せてるねって言われたとしても、もうこれが私のベスト、今の自分にとってのベストだから、これを変えようとか、じゃあもうちょっと食べようとか、もうちょっと運動しようとか、そういうふうに思うことが全くなくなったんですね。モチベーションが誰か周りにあるんじゃなくて、自分の中にあるから、簡単に気持ちがアップダウンしてしまったり、モチベーションが上がったり下がったりするっていうのが減りました。というか、なくなりました。なので、今、健康的にちゃんと運動してご飯も食べて10キロ痩せることができたんですね。
で、今日なんでこのお話をしようと思ったかというと、やっぱり私の動画を見てくださってる方の中にも、同じように体型のこと、見た目のことで悩んでらっしゃる方がすごく多いと思うんですね。実際に私がルッキズムのことについてお話しした動画の中にも同じように悩んでる方がいらっしゃったので、少しでも皆さんの力になれたらというか、何か、なんて言うんだろう。何か大切なことを伝えられたらいいなと思って動画を撮ることにしたんですけど、きっと私みたいに痩せたくて悩んでる人だけじゃなくて、あんまりお肉がつかない、逆に痩せていて悩んでいる人、そういう方もいらっしゃると思うんですね。痩せてる、痩せてないじゃなくても、髪のことだったり、見た目のこと、例えば、私も顔にコンプレックスがあるんですけど、そのコンプレックスのことで悩んでらっしゃる方とか、たくさんの方がいらっしゃると思うんですけど、私が言いたいのは、周りの人のために何も変わらなくていいと思うんですね。もちろん自分が変わりたいって思うことはすごく素敵なことだと思うし、私はすごく応援してます。私も実際に自分のためにたくさん変わりたいし、ちょっと、ほくろを取りたいなとか思って実際に取ったこともあるし、そんな風に自分のために、完全に自分のために、自分が鏡を見たとき、自分がメイクをするとき、自分が出かけるとき、そういう時のために変わろうって思うことはすごく素敵なことだと思うんですけど、例えば誰かから嫌われることが怖いとか、そういう風に感じてしまってる人がいたら、もし皆さんの見た目のことで嫌いになってくる人とか、そういうひどい言葉をかけてくる人がいるとしたら、もう私はそんな人と離れます。もう私はそういう人とあんまり、仲良くしたくないなって思うし、そういう人が傷つくかもしれない言葉を普通に言う人、私も何回か言われたことがあるんですけど、そういう言葉を言ってくる人のために皆さんが辛い思いをする必要はないと思うんですね。で、私もそれに気づいてから今すごく楽になったので、皆さんにもそれを感じてほしいです。そんな感じ。今日一番お伝えしたかった大切なことはこれです。で、今からお話しすることは、私がどうやって痩せたかについてお話しします。きっと今みたいにシリアスな話題だけだと、ちょっと皆さんも疲れちゃうと思うので、今から私が何を食べたのかとか、何をしたのかとか、そんなお話を楽しくしていきますね。で、まず私が食べてるものなんですけど、朝はオーバーナイトオーツを食べてます。オーバーナイトオーツ。これはオートミールを牛乳、ヨーグルト、ココア、蜂蜜、チアシードを入れて一晩寝かせておく。で、普通に朝に食べるだけなんですけど、正直見た目はあんまり美味しそうじゃないんですね。でもこれがめちゃくちゃ美味しくて、私は最近、もうこれを食べるためにというか、これを朝から食べることができるから、頑張って朝5時とか6時に起きてるんですね。それくらい本当に美味しいのでおすすめです。で、お昼と夜も基本的にオートミールなんですけど、オートミールでリゾットを作ることが多いです。で、コツはですね、美味しいものを作ること。美味しくなかったら本当に続かないので、できるだけ皆さんが好きな味にアレンジして美味しいものを作ります。私はキノコが好きなので、キノコを入れて、で、トマト味にしたり、まあ、ミルク、牛乳で
普通にリゾットっぽく作ったり、ちょっとチーズ入れてみたりして、できるだけ美味しいものを作る。これを心がけてます。で、皆さんがここで気になったことがあると思うんですけど、オートミール以外食べたくないのかっていうことですね。食べたいです。すごくすごく食べたい。でも、食べます。食べたいときは。例えば、お肉も食べるし、魚も食べます。でも正直私は、パンとご飯、お米があんまり体に合わないんですね。パンに関してはちょっとグルテンがあんまり体に合わなくて、アレルギーではないと思うんだけど、頭が痛くなっちゃったり、眠たくなっちゃったりするので、食べるのは控えてます。で、そういうパンとかが食べたいときは、グルテンフリーのパンですね。米粉でパンケーキを作ったりしてます。で、お米、日本人なのにお米食べないんですかって思った方、きっといらっしゃると思うんですけど、お米も実はあんまり好きじゃないというか、好きなんだけど、食べた後、体がすごくしんどいんですね。もう本当にちょっと頭がクラクラしちゃったりすることが多いので、食べるとしても友達とご飯に行った時とか、外で食べる時だけですね。もう出てきちゃったら食べます、それは。でも、あえて自分で選ぶことはしない。そんな感じですね。で、他にもスイーツですね。私は甘いものがすごくすごく好きなんですけど、これも食べます。普通に食べたくなったら。で、皆さんに一つお話しすると、私はコストコに売ってるキャラメルフランっていう大きいケーキが好きなんですね。キャラメルのケーキがあって、それがすごくすごく好きなんですけど、これをね、私、どうしても食べたくなっちゃって、一日で一人で半分食べました。そういうことも普通にダイエット中にしてました。で、それはもちろん毎日するんじゃなくて、一日だけにしたら別に太ることもなかったし、リバウンドすることもなかったです。次の日に調節したら大丈夫だなって思ったので、今でも食べたくなったらもう大量のケーキを食べますね。そう、本当にホールケーキよりめっちゃ大きいホールケーキ、これくらいのホールケーキの半分を一日で一人で食べました。それぐらい甘いものが大好きなので、これからもそれは気にせずに食べていこうと思います。そんな感じかな。あとは運動、筋トレが好きなので、私は今、筋トレを家でしてるんですけど、ダンベルとかを使って鍛えたり、腹筋をしたり、マットピラティスですね。マットピラティスはすごくすごくおすすめです。特に女性の方は体幹を鍛えたら姿勢も良くなるし、ピラティスは何より楽しいのですごくおすすめです。あと、ストレッチとマッサージを毎日してますね。そんな感じです。うん。どうかな面白かったかわかんないけど、私がいつも食べてるものといつもしてること、そしてスイーツ、食べたいものはいつも好きなだけ食べるっていうことについてお話ししてみました。いかがでしたかね？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。最初の方はちょっと真面目な話というか、私がどんな気持ちで痩せたか、自分のために痩せたっていうことと、あと皆さんにも同じように、誰かのために我慢してほしくない。誰かのために無理して変わろうとする必要はないっていうことについてお話ししたくて、今日このポッドキャストを撮りました。もし悩んでいて辛い人がいたら、今日の動画を通して少しでも楽になっていてくれたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。